あと5歳でなんか作ったりしてんだよね。アクセサリー他に何作ってんだっけ？アクセサリー以外にも作ってるのいっぱいね。はい、じゃあお洋服ってちゃんとやらないと。デザインお洋服作ったり、あとはアクセサリー作ったり、料理を作ったり、とにかく毎日なんかいろいろ作ってますよね。そうですね。僕の職業はもともとどっちかというとそういう系なので、どうしてもやっぱ家にいてもなんか作ってるじゃないですか。でそういうのを見てるからやっぱり自分でも作るよね。もともと子供の人生の中で世界を広げようっていうのがあって、でやっぱりこうコミュニティ、住んでるところにもコミュニティが普通にあります。学校とか当時は保育園とかですけど、いろんなコミュニティがあっていろんな世界があるっていうの、その多様性があるっていうのをやっぱ知るために、自分の住んでる町とか、例えば行ってる保育園とかじゃなくて、また違った趣味とかそういうことを通していろんなコミュニティに触れて、いろんな価値観を知るっていうのがやっぱり重要ですね。もともと変な話、僕自体も洋服も好きだし、ランウェイとかファッションショーとかやっぱいつもチェックしたりするじゃないですか。それと同時に子供にもなんかそういうのを見せてあげたいな、どっちか出るっていうよりは先に見せてあげたいなっていう気持ちがあって、なんか調べてたらたまたまで、その中でやっぱ多分子供のキッズモデルみたいなとかファッションショーみたいないろいろあるじゃないですか。子供のためだけのっていうよりは、どっちかっていうとJKFW って、日本と世界とかやっぱり広がり、洋服もなんかドメスティックブランドとか、そういうカジュアルなやつだけじゃなくてパリコレの使ったやつを持ってくるとか、やっぱそういうところがやっぱりいいなって思ったっていうきっかけですよね。そこに関して言うと、そもそも JKFW の1回目から出てるんですよ。だから初めての JKFW の時から出たんですけど、出た時には3歳になってましたけど、申し込みした時はまだ2歳半ぐらいだったんですね。で2歳半で、例えばココちゃんも、親が言ってることはもうよく理解できないとか、当然社会のルールとかそういうのも分かんないじゃないですか。だからそういう意味で言うと、その当時はココちゃんが出たいっていうよりは、まずとりあえずいろんなコミュニティに連れてってあげようっていう中で、当時やっぱうちの嫁からすると、そんなちっちゃいのにファッションショーなんて無理だよっていう話あったんですけど、無理かどうかよりはとにかくいろんな世界に飛び込んで経験してみて、それがうまくいってもいかなくても経験じゃないですか、これって。だからやっぱりそういうことにチャレンジさせるっていうところが、僕の中でやっぱり一つで、だから常にいろんなとこ連れてったりとか、いろんなことをやらせてみたりとか、別にその結果はどうでもいいんですよ。いろんな世界を見ていろんな経験をするってこと自体がいずれ将来の人生の肥やしになるから、そういう意味で、JKFW 自体も1回目でした。でもどうせやるならもう出来上がったエスタブリッシュなものよりは一緒になんか作っていくようなものの方がいいかなっていうのがあったんで、特にいいなと思いましたね。楽しいです。難しいから楽しい。たまに行ってます。だいたい嫁さんがついてって、僕も時々一緒に行くっていう感じですね。ココちゃんはね、レッスンは正直上手じゃないんだよね。ココちゃん本番の方が上手だよね。壁立ちってこの壁に30秒くっついてる。そう背筋を伸ばして教えてあげるのか。楽しかった。でもびっくりしたんでしょ、人がいっぱいだからね。舞台の上っていうかランウェイだから人に見られるってことに結構びっくりしたんだよね。どっちかっていうとその出すこと自体も経験だと思って、うまくいってもいかなくてもっていう、そういうなんていうか目線で見てたんですけど、正直言葉も分かんないから、当然先生が教えてくれっていうことも分かんないじゃないですか。親が言っても分かんないですよね。で結局そのレッスンとかやって舞台に行ったとしても、実際にはランウェイに出てきて歩けないんじゃないかなと思ったんですよ。そしたら思いのほかきちんと歩いたのを見て、めちゃくちゃ感動したんですよ。これはもう本当に初めてのショーの時に見に行ったのが、僕と、僕の嫁も見に行ったんですけど、うちの家族も来てたんですね。当然普段のココちゃんを見てて、絶対歩けないよね、そもそも3歳になったばっかりで何も分かんないんだから無理だよね、でもいいじゃんって言って見に
てまさか本当にあるって、それ見た時には本当に予想もしてなかったことだったんで、すごい感動しましたね。多分できないだろうって予想を立てていただけに、できて立派にこうあるっていうのを見た時にやっぱりこうすごい感動して、うちの家族とかみんな泣いてるぐらい感動しましたね。その感動もあるし、当然本人にも出たいって聞くと、正直やっぱ難しいことやったりとか、こうレッスン大変だったりとかあるじゃないですか。でも出たいかどうかって聞くと出たいって言うんですよ。でやっぱり自分でこう自分の気持ちを言葉にするとか若干まだ難しいところもあるじゃないですか。でもやっぱりこう普段の行動を見てると、自分が本当はそれがやりたいんだっていうのは結構分かって、例えば家でファッションショーごっこっていうのがあって、言わないで。言わない、ちょっとだけね、こう階段から音楽を、うちにある DJ セットみたいなところを結構大きな音楽流して照明を落として LED のいろんなカラーの色とか出して、本当にステージみたいな状態を作って、そこで洋服を着て、ココちゃんも着るし僕も着て一緒にこう歩って、それでママずっと見てる。そうね、ママは観客でココちゃんとパパでファッションショーごっこでこう家の中をぐるぐる歩っていくんだよね。いろんなこう衣装を変えたりしながら、そういう遊びっていうか、でそれを家でやりたいっていうんだから結局は好きだってことなんですよね。やっぱりこう JKFW の特徴はやっぱり世界とつながってるっていうことで、やっぱ日本人とかだけじゃなくて世界中の人が集まって、そういう環境を経験できるから、やっぱ小さいうちにいろんな考え方とかいろんな人たちと触れ合うってことができる。同じファッションショー出るにしても世界につながっているファッションショーっていうところがやっぱりあるんで、そういう世界を広げたい人、世界に将来出ていきたい人とかはすごく向いてるかなと思いますよね。そうだって将来デザイナーになりますと、デザイナーで洋服は作ります。でも実際モデルやったことなければモデルの気持ちは分かんないじゃないですか。で当然観客の気持ちも分からない。例えば料理人だったら美味しいものを食べて、感動した経験がなかったらどんなものが美味しいかも分からないし、美味しいがどういうことか分からない限り美味しいものを作るがなれないじゃないですか。だからやっぱりこうみんながショーに出てモデルさんが喜ぶ服、もしくは見た人が喜ぶ服がどういうものかを知らない限りそれを作ることができないじゃないですか。そういう意味で将来デザイナーになるとしても、やっぱりその逆側の経験っていうのはやっぱり絶対必要なんですよね。ね。みんな一緒にいるよ。バイバイ。バイバイ。